ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することがお徳を受け見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はお話をいただいて少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお徳になるのであります。信心して徳を受けてと教えてくださいます。徳を受ける、ご神徳をいただく。また師匠は、ある先生は一切をおかげにしていく道だと説かれた。しかし愛楽では一切をお得にしていく道を教えると教えてくださいました。その愛楽理念は一切をご神徳にしていく道を教えると。今朝と言いましょうか、昨日の成り行きは面白い成り行きをいただきましたが、そのご神徳をいただく、ご神徳をいただく手立てというものを私どもは習ってきたわけです。習っているわけです。しかしではご神徳をいただいた後どうするかということは、意外とさあどうしようかということになりますね。例えばお金ならお金をたくさん貯める、お金持ちになる。さあそのお金持ちになったらどうするかというのですね。宝の持ち腐れになってはいないか。宝の持ち腐れになったのでは、もったいない話であるわけですね。ご神徳も、おかげでご神徳をいただいたというだけでは、さあそのいただいたご神徳をどう使おうかということなのですね。実は昨日は朝からそのあるお祭りのお供えを買わせていただこうとして、車のところに行きましたら、バッテリーが上がってエンジンがかかりませんでした。まだ購入させていただいて1年ちょっとです。その新車のまだまだ状態だと思うのですけれども、バッテリーが上がってしまってエンジンがかからなくなったのですね。正直こんなことがあるのだろうかと思いましたけれども、何が原因だろうかと思いました。いわゆる日頃充電していないからそうなるわけですね。充電していないというのはいくつか原因があるでしょうけれども、機械的な故障なのか、それとも充電するだけの走行をしていないということもありましょうね。また何か電気の消し忘れ
ということもありましょう。消し忘れというのはないような感じでしたが、ですからどうも日頃走り方が足りない。それでいわゆる十分に充電されていないというような感じでしたね。さあ、神様が何をおっしゃっておられるのだろうかと。なるほど、車はあるけれども、ちょこちょこ乗りなのですね。一番悪いケースですね。そこのスーパーまでですか、近くのスーパーまで、距離で言えばほんの数キロでしょうか。それで、また帰ってくるといったような近所を走るだけ、それも近くの近所をちょっと行ってちょっと帰ってくるというようなことだけ、それがほとんどだったのですね。その最近の乗り方というのは。ですからバッテリーを使ってまた使った分を取り戻すだけの充電ができていなかった。十分に走れていなかったということが原因のような感じでした。これはどういうことだろうか。神様がこういうことを教えてくださっているのだなと思わせていただきましたのは、せっかくそこに車がある。それでもそれを十分に乗っていないならば、バッテリーが上がってしまって、いざ使おうという時に使えなくなる。今の自動車はいつもその泥棒よけの防犯ブザーですかが動いていたりしますから、常に電気を使っているわけですね。昔の車でしたらキーをオフにしたらもうそれで完全にオフなのでしょうけれども、今は電子機器が詰まっていますから、その記憶を保持するためとか、いろいろなことのためにスイッチをオフにしてでも電気を使っているのですね。ですからスイッチをオフにしているから全然電気を消費しないというわけではなく、少しずつやはり消費しているわけですね。それで走りが足りませんと、バッテリーがついつい上がってしまうということになったのですね。いわば車を使っていないから、日頃使い方が少ないからバッテリー上がりを起こしたと。これは車というのは師匠はお得のことだと教えてくださる。お得もそのいただいておるお得を使わないでおるならば、バッテリー上がりを起こすような、さあ使うぞという時に使えなくなることにもなりかねないのだと。だからいただいた車はもうどんどん使えと。どんどん使わなくてはいけないのだなということを教えていただいたように思いますね。お得をいただくための信心をさせていただき、そしてお得をいただく。そのお得をいただいたならば、そのお得をまた溜め込んでおいたのでは宝の持ち腐れになり、いざという時に使えなくなる、値打ちがなくなってしまうようなことにもなりかねない。だから貯めたお金は、いただいたご神徳は、世のため人のために使って初めて値打ちが出てき、そしてまたそれがある意味無尽蔵に与えられる
また次のご神徳をくださることにもなるのだと。ですから、お金を貯めた、お金持ちになった、ご神徳をいただいた。で、そこで止まってはいけない。そのいただいたお金を、ご神徳を、人のため、世のため、それこそ神様の御用のため、どんどん使わせていただこうという、そのご神徳を使うという信心をさせていただかなければならないのだと。ご神徳を使うといえば、まず第一に思い当たりますのは、人の助かりを祈る。それこそ世界真の平和を祈る。といったようなことではないでしょうかね。どうでもそのご神徳をいただく信心から、今度はそのいただいたご神徳を使う信心、そこをしっかりさせていただかなければならないと教えていただいたように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。